こんにちは。パソコン専門チャンネルのザ企画です。今日は10万円ちょっとで PC ゲームができちゃうノート PC レノボロックエッセンシャル Gen 9をレビューします。この製品の特徴はズバリ価格です。 PC ゲームができるノート PC はある程度の価格がしますが、本製品は GeForce RTX 3050ラップトップを搭載しつつ10万円ちょっとの価格で購入することができます。ディスプレイもキーボードもついているので、用意するのはマウスまたはコントローラーだけです。デスクトップ PC を一式用意するよりも安く済むと思います。性能は高くないので妥協する必要がありますが、ゲームができるパソコンをできるだけ安く購入したいという方におすすめです。それでは詳細を見ていきます。本製品が価格を安くすることができている理由の一つは CPU に世代の古いものを搭載しているためです。最新のゲーミングノート PC は主にインテル第14世代または第13世代のコアプロセッサーを搭載していますが、本製品は第12世代のプロセッサーとなっています。今回は Core i5-12450HX を搭載していますが、シネベンチ R23 のスコアはご覧の通りです。一般的なゲーミングノート PC に搭載されている CPU よりもだいぶ性能が落ちます。ゲーミングノート PC ではなく普通のノート PC に搭載されている CPU とほぼ変わらないスコアです。そのためフォートナイトのように CPU に高めの負荷のかかるゲームはあまりフレームレートが伸びません。ここはやや妥協する必要があります。次にグラフィックス性能を見てみます。今回は GeForce RTX 3050ラップトップを搭載しています。このグラフィックスの最大グラフィックスパワーは 65W となっており、そこまで高くはありません。3D マークタイムスパイのグラフィックススコアはご覧のようになっています。 GeForce RTX 2050よりは高いスコアですが、 RTX 4050と比べるとだいぶ差があります。ゲーミングノート PC としては低めの性能です。次は気になるゲームの平均フレームレートを見ていきます。なお平均フレームレートなので最低フレームレートはもっと下がります。ご覧のような重いゲームだとグラフィック品質設定を最も低い低にすることでなんとかプレイできるフレームレートになります。ただ低だと画質は悪いです。この辺りのゲームをするならもう少しスペックの高い PC がおすすめです。続いては中程度もしくはやや重いくらいのゲームの平均フレームレートを掲載します。パルワールドやファイナルファンタジー15はやや重いゲームですが、グラフィック品質設定を中くらいにしても平均 60fps を超えています。ファイナルファンタジー14やモンハンアイスボーンなどのそこまで重くないゲームであれば高めのグラフィック品質設定でも割とプレイできます。なお2月発売のモンハンワイルズは割と重いのでもう少し高い性能のゲーミング PC がおすすめです。続いて高いフレームレートが必要な FPS、TPS ゲームの平均フレームレートです。バロラントは軽いゲームなので十分なフレームレートが出ていますが、それ以外はやや物足りなさを感じます。特にフォートナイトがパフォーマンスモードにしてもあまり高いフレームレートが出ませんでした。フォートナイトは CPU 負荷が結構高いゲームですが、本製品は CPU 性能があまり高くないためです。実際にプレイしてみてもたまにカクつきを感じることがありました。エンジョイ勢であればこれでも大丈夫ですが、上手くなりたい方は物足りないかもしれません。ディスプレイについては 100%sRGB クラスの色域なのでゲーム映像が綺麗です。Netflix などで映画を見る場合でも映像は割と綺麗です。画像も綺麗なので家族の写真を撮影してパソコンで見る場合や現像する場合にも使えます。 100%sRGB クラスのディスプレイが10万円ちょっとで買えると考えるとコスパは高いです。ゲームはしないけれどディスプレイの表示は綺麗な方がいいという方にもおすすめです。ただ残像は普通のノート PC と同じくらいあり、ゲーミングノート PC にしてはやや多めです。私はそこまで気になりませんが、気になる方もいると思います。キーボードに関しては普通の打ちやすさです。一応ゲーミングノート PC ですが N キーロールオーバーに対応していたりメカニカルキーボードであったりはしていません。普通のキーボードです。ゲームをするとキーボード中央部分は熱くなりますが、パームレストおよびワスドキーはそれほど熱くならないので不快感なくゲームができると思います。外観はゲーミングノート PC のようにゴツゴツした感じはなく普通の見た目です。
派手なゲーミングノート PC だと妻の目が気になって使いにくいという方にはいいと思います。職場や外出先などで使う方にもいいでしょう。また一般的なゲーミングノート PC よりも軽いので持ち運びがやや楽です。内部はご覧のようになっています。冷却ファンは大きいですが一つのみで一方向からの排気なのでゲーミングノート PC としては冷却性能はそこまで高くありません。搭載されている SSD はタイプ2242です。また空いている M.22242 のスロットが1つあり SSD を1つ増設することができます。なおネジで留めるのではなく押し込むだけで装着することができます。ただ SSD を固定している金具が結構硬いのでやや取り外しにくいです。最後にこの PC のデメリットを紹介します。まず前述したようにゲーミングノート PC としては CPU 性能が高くない点が挙げられます。それ以外にはメモリが1枚しか搭載することができないという点もあります。シングルチャンネルで動作するのでメモリの帯域が狭いです。メモリの帯域が狭いと分かりやすい部分だと CPU 内蔵のグラフィックス性能がかなり落ちます。本製品は GeForce RTX シリーズの独立グラフィックスを搭載しておりゲーム時などはこちらを使用するので CPU 内蔵のグラフィックスはそれほど使われませんがクリエイターソフトなどを使うときは結構 CPU 内蔵グラフィックスを使います。そのためライトルームによる現像やプレミアプロによる動画の書き出しがそこまで早くありませんでした。ただクリエイターソフトを使わない方であればそこまで遅く感じる部分は少ないかなと思います。他には USB-C ポートが映像出力およびパワーデリバリーに対応していない点も人によってはデメリットです。そのため映像出力ができるポートは HDMI ポートしかありません。もし2台以上の外部モニターを接続する場合は USB-A を HDMI などへ変換するアダプターを別途用意する必要があります。また USB-C および USB-A とも USB3.2 Gen 1となっていて転送速度が 5Gbps とあまり速くありません。以上がレノボロックエッセンシャル Gen 9のレビューでした。性能はそこまで高くはないものの非常に安いゲーミングノート PC です。軽いゲームをカジュアルにするだけなので性能は低くてもいい。その代わり安いノート PC が欲しいという方に適しています。もしくはゲームはしないけれど性能が高めの普段使い用ノートが欲しい方にもいいと思います。ゲーミングノート PC としては性能は低いですが普通のノート PC としては性能が高めです。この製品をもっと知りたい方は詳細なレビュー記事も用意していますので概要欄のリンク先をご覧ください。また何かご質問があればお気軽にコメント欄にご記入ください。最後に当チャンネルでは他にもパソコンレビュー動画やおすすめ PC を紹介する動画をアップしていますのでぜひチャンネル登録をお願いします。